皆さんこんばんは。人間パワースポット、アキナのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ、今日は宇宙からの声、バシャールが教えてくれる魂の成長に必要な7つのものということでお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは、いつもですね、宇宙とかスピリチュアルな世界からチャネリング、こうやって、メッセージをいただいてですね、それを僕たちが知ることですごく魂の成長につながりますので、そんなことをご紹介している番組です。興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。また、ご自身のですね、先祖とか、または守護霊などからのメッセージが欲しい方は概要欄の方からカウンセリングをご覧ください。さあ、今日はですね、バシャールが教えてくれているすごく面白い魂の成長に必要な7つのことっていうことをお話ししていたので、今日は皆さんに紹介していきたいと思うんですね。で、彼が言うには、この7つ、基本的な7つとベーシックなものって言われてるんですが、この7つがないとですね、もちろん体も死んだものと同じようなものになって、死んでしまうこともあるし、または魂もですね、死んだのと同じような、魂っていうのは死なないからね。で、死んだのと同じようなエネルギーとか状態になってしまうということなんです。だからこの7つ、本当に基本的なものなんですけども、すごく大切であり、で、これが満たされているとですね、自分の心が満たされたり、または魂の成長へとつながっていくという、めちゃくちゃ大切なとこなんですね。ということで今日は皆さんにその7つの、ベーシックアイディアをご紹介したいと思います。まず一つ目。一つ目は空気ですね。呼吸をしないといけない。これ僕たちスピリチュアル的にもですね、やっぱり普通に呼吸していますけども、こうやって深呼吸とかすることでですね、この見えていない世界のエネルギーを取り入れたりすることもできるわけです。あと体がですね、やっぱり呼吸をして酸素を取り入れないと、やっぱり、生きていけないわけですね。だから一番目は空気、呼吸をすることと言ってます。そして二つ目は水ですね。これもね、僕たちの体はほとんどが水でできていると言われますが、やっぱりこの水を取ることもすごく大切です。そして三つ目。三つ目は寝ることって言ってるんですね。やっぱり人間ってやっぱり寝ないといけない。全く寝ない人っていないと思うんですけども、すごくショートスリーパーの人っていらっしゃいますよね。で、このバシャールが言うには、やっぱりこの僕たちが寝ている間に夢を見ること、そしてその間にですね、寝てる時っていうのは僕たちのこの本来の魂の姿に戻るわけなんですね。僕たちってこの体を借りてですね、今そういろんなことを経験するために、生きていますが、この魂が元々の自分の姿なわけです。で、この寝ている間にですね、夢を見たり、スピリチュアルな世界をつながってですね、魂が充電をしたりとか、いろんなことをしているわけですね。で、そういう時間を持つことがすごく大切だっていうことです。で、彼が言ってての面白いなと思ったのは、普通ね、このスピリチュアル的に見るとですね、寝ている時っていうのが、この魂の本来の自分の姿に戻る時間なわけなんですよ。ね。で、反対に起きているこの時間っていうのはですね、どちらかっていうと、僕たちはですね、現実社会ではなくて幻想の世界を見て作り出して経験をしているって言われてるわけなんですね。だから彼からするとですね、本当はみんな生きてる人たちはですね、生きてる間が本当の現実で、寝てる時は幻覚というか幻想の世界だみたいなことを言いますが、実際には反対なんですよ。寝てる時の方が自分の本当の姿になってるんですよっていうことを言ってるわけなんですね。ですから寝ること大切にしていただきたいなと思います。そして4つ目は食べることですね。これ彼が言うにはやっぱり食べること、体がすごく、必要としてますし、あと、食べなくても大丈夫な人たまにいますよね。でもね、あれは本当一握りの特殊な人たちであってですね、実際には平均的にはみんなちゃんと食べないといけないというふうに言ってます。だから、ああいうのに憧れてしまうっていう人もいるかもしれないですが、わざわざそれをしなくてもいいということですね。で、5つ目。
5つ目は、シェルターって言うんですね。これシェルターっていうのは英語なんですが、日本語に言うと、人を保護する施設とか場所、家とかね、そういうものがやっぱり必要だって言ってるんです。これがやっぱり心を満たしたり、魂の成長につながるためにもですね、必要だって言って、これが反対にないっていう人は、心が満たされてなかったり、魂の成長がなかなかしにくい、魂の状態が悪くなってしまうということなんですね。で、彼が言うには、決してこのシェルターっていうのは家があるないではないと言ってるんですよね。だから家がない人もいらっしゃいます。そういう人もいらっしゃいますが、その自分のいるところ、環境、家じゃなかったら、例えば外だとしてもですね、外で暮らしてる人っていらっしゃるじゃないですか。そしてそれですごく自分の生きやすいようにですね、環境が整ってて、過ごせる、快適に過ごせる場所ならば、そこでいいというふうに言ってます。で、6番目、7番目なんですが、ここがちょっと、これからがちょっと面白いんですね。今までっていうのは、体がね、そうだよね。そういうの必要だよねっていう感じじゃないですか。で、この6番目、7番目がですね、少しちょっとスピリチュアル的なものになって、この基本なものがないとですね、体だけではなくって魂も元気にならない。そして魂の目的、成長につながらないので、必ず持っておきましょうというものなんですけども、この6番目っていうのが、コネクションや関係というふうに言われています。これはですね、何かと繋がっている、そんな感覚を持つということなんですが、これはですね、人とは限らないって言ってるんですね。この番組の中でですね、質問している人が言ってるのが、ヨーロッパ系の人だったので、ヨーロッパ系の人ってやっぱり好きな人、彼氏、彼女がいたり、家族がいたり、そんなものが大切だっていうふうによく言われますが、そういうものどうなんですかって言ってたんですが、彼はですね、バシャールが言うには人に限らないということなんです。これね、動物とか自然とか宇宙であってもいい。そういうものとですね、つながってるという自分が感じられるものを持つことがすごく大切だって言ってるんですね。で、彼が言うには石でもいいんですよって。石とちゃんと繋がってると感じられればいいということなんです。ちょっとなかなか石と繋がるっていうふうに感じられる人少ないと思うんですが、これを聞いて僕がふっと思ったのは、昔ニュースでヨーロッパ系の女性がすごく鉄筋のものとか大好きで、ある鉄筋でできた橋が大好きで、もうこの橋が大好きなんですって言って、その人はマイハズバンド、私の、旦那なんですって言って、その人と結婚しちゃったんですよね。神父さんを呼んできて結婚をしたっていう、儀式をしたっていうような人がいました。ああいう人っていうのは結局、鉄の橋とって思いますけども、多分心が通ってですね、その存在があることで彼女も満たされたり幸せになって繋がれるということなんでしょうね。そういうふうにですね、繋がりをちゃんと持てるということで、自分自身の発見につながったり、またお互いに与え合うという関係ができてくるそうなんですね。で、これは元とかって言いましたけど、もちろん基本は人間だったりするわけです。でも、これはですね、別にすごく特別な彼氏彼女とか家族とかでいうものではなくてですね、で、なくてもいいということなんですね。友達であったり、ただの知り合いでもいいって言ってるんです。でも、この社会の常識ってありますよね。この人と繋がらないといけない、こうでないといけないとか、そういう常識にですね、囚われない関係であることが必要だって言ってるんですね。そういうふうにですね、人とか動物とか宇宙でもいいんです。そういうものとつながるという感覚を持って、そして自分が何かを与えることもできて、向こうからもあなたに向かって、与えるというようなですね、そういう関係性ができていると、あなたの心が満たされて、そして魂の成長とかにつながっていくということなんですね。はい。ですからね、人とつながってないから私ダメかなと思ったりするのではなくって、動物とかね、今ペットとかあります。ペットもやっぱりずっと可愛がってると、やっぱつながってくる。向こうも僕のことを愛してくれたりするようになるじゃないですか。それが自然とか宇宙とかとも大丈夫なので、そういうのをどんどんやってくださいということなんですね。はい。そして7つ目。最後がですね、self-expression or acting on your passion というふうに言われてるんです。これは日本語で言うと、自己表現とか情熱を持って行動することっていうことなんですね。で、これはどういうことかっていうと、あなた自身でいて、それを
表現して、ね、自分のこの得意とか自分の思いとかそういうものを使って表現してですね、そして行動していく。その行動には誰かに抑制されたり、社会に抑制されたりね、こうしないといけない、ああしないといけないからダメだとか、そういうものも関係なく自分自身のありのままの、自分で行動しているということなんですね。これがすごく大切になり、これが心を満たしてくれると言ってる。だから自分らしくいることが、本当の意味での自分らしくいるということが大切だということですね。で、彼が言ってて面白いなと思うのは、よくこういうふうにですね、自分も表現して行動してるのなんでか知らないけどうまくいかないっていう人いますよね。でそういう時っていうのは、大体自分の中のエゴがですね、本当の自分を見せなくして、誤解した自分で考えて、これだっていう風に動いてる人が多いということなんですね。ですから、こういう風にやってるのに、自分自身を表して、抑制もされないでやってるのに、うまくいかないっていう人は、まず最初に自分のエゴが入ってないから、自分が本当に必要なもの、自分が本当に表現したいもの、自分の本当の特徴っていうものをよく理解して見直した方がいいということですね。はい。今日はですね、バシャールが教えてくれた魂の成長に必要な7つのもの、すごく大切なものだと思うので、ぜひ、何回も見てですね、自分はどうなってるのかなっていうのを考えていただきたいなと思います。このチャンネルではこのように、宇宙から、そしてスピリチュアルからのメッセージをお伝えする番組になっています。魂の成長、またはですね、自分がスピリチュアルを勉強していく上ですごく大切な内容となっておりますので、面白いなと思ったら、高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。そしてめっちゃおもろいわ、また見たいわと思ったら、ぜひコメント欄にミラクルラブって書いておいていただきたいなと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかな？それではまたお会いしましょう。さよなら。